はい、どうも、ローポリアと申します。よろしくお願いします。ちょっと今、字幕が出ないので、ちょっと調整します。あ、出ました。出てますよね。あれ、出てない。もう最初からちょっとグダグダで申し訳ないんですけれども、まあ、まだね、誰も来てないので、問題ないと思います。これでどうかな。うまくいかないな。これでまだ出る。OK。これでも出る。OK。いけました。じゃあ、今ね、今回解説する動画の完成版を流しているんですけれども、ちょっとこれを流しながら、一つですね、謝罪をしなきゃいけないことがございまして、またですね、ちょっと重大なミスを犯しました。前回はですね、配信の最初から最後までマイクの音量ゼロで、通すというね、とんでもないミスを犯して配信し直したんですが、今回はですね、配信15分前までこの配信ページを非公開にしているというね、とんでもないミスをまた犯しました。せっかくね、事前にコミュニティ投稿していたんですけど、これ何の意味もないというね。個人的にはもう誰かコメントで教えてくださいよっていう気持ちもあるんですけれども、100% 自分が悪いので、大変申し訳ありませんでした。一応ですね、今日はこの、今流れている動画の半分くらい、具体的に言うと、パルパティーンが、このね、いいねアナキンくんっていうところまでですね、を、解説していこうかなと思います。大体ですね、メイキング映像3分間、3分間じゃない、3倍速で流すんですが、大体2時間弱のメイキング映像になりますんで、トータル実際は6時間ぐらい作業してるっていうことになりますね。じゃあちょっと、もう、切りがいいところで変えます。はい、メイキング映像スタートです。で、さっきの完成映像の後半の方のおまけの部分は、ただ、映像を、なんですか、前半の映像を編集し直しただけの映像なんで、そこは特に解説はしないです。じゃあまず、この最初のシーンですね。ドゥークがアナキンに切りかかって、アナキンがそれをいなしてという動きのシーンですね。アナキンはこれ、前作のアナキン VS オビワンのアナキンをアペンドで、持ってきました。だから前作のポーズを今撮ってますね。で、ドゥークとパルパティーンに関しては、自分でモデリングしたやつをアペンドで持ってきてます。ドゥークがね、極めて何か生命に対する侮辱を感じてそうなのは気のせいです。たまたまそんな顔になってしまいました。今ね、まず、最初のフレームを、1フレーム目のポーズを取らせる作業をしてるんですけれども、ドゥークが最初両手持ちなので、ライトセーバーを両手で持たせているような感じですね。一応、ライトセーバーも自分でモデリングしてます。
デュークのライトセーバーはちょっと変わってて、お尻の方がクイって曲がってるんですよね。で、なんか塚の部分から剣先の方にぴょいって、なんかちょっと取っ手みたいなのが出てて。で、これ後で気づくんですけど、この取っ手の向きが逆でした。これ後で直します。で、パルパティーンの後ろに貼ってあるポスター。この、まあ、社訓ですよね。ダークサイド株式会社の社訓。これに関しては、文章自体は全部自分で考えました。で、画像の出力に関しては、チャッピーことチャット GPT さんにお願いしました。アニメーションについてはね、AI 使わないんですけど、ちょっとそういったね、まあ、画像とかだったりは AI 使っちゃったり、それぐらいはね、いいかなと。まあ、文章だけの画像ですしね。このね、社訓も、チャット GPT さんに何かいい社訓を考えてとかいろいろ相談したんですけれども、チャット GPT とか、まあ、ジェミニもそうなんですけど、まだなんか、その人間が面白いと感じる、なんていうんですかね、その微妙なニュアンスに関しては、やっぱりまだだなっていう感じはしますよね。全然、その AI が提案してくる社訓が面白くなくて、結局自分でまあ考えました。まあこれがね、面白いだろうって言ってる、まあそんなわけではないんですけど、まあまあこの、なんていうんですかね、スター・ウォーズネタ、スター・ウォーズ文字りみたいなこの社訓。まあ、自分で言うのもあれですけど、まあ、60点、70点ぐらいはあるんじゃないかなとは思いますけどね。このメイキング映像なんですけど、50分ぐらいは、まずこのアナキンがドゥークをいなすシーンで、消費されます。結局ね、こうやって全身が映ってて、キャラクターが多いみたいなシーンが一番時間かかりますね。理想は、なんかこう上半身だけ映ってるとか、いうシーンが多いと、すごく、再現するときに助かります。そもそも、何を再現するかっていうのをこう選ぶときって、なるべく作業量が少ないような元ネタがいいなっていうので、まあ、一つ選んでるっていうのがあって。で、あとは、エフェクトが少ない。火花散るぐらいだったら全然いいんですけど、火花が散る煙がちょっと出るぐらいなら全然いいんですけど、なんていうんですか、爆発が起こって、いろんな瓦礫が飛んでとか、うん、ガラスが割れてとか、そういう、なんかキーフレームで対応できないような演出がいっぱい入ってると、ちょっと再現が難しいですね。私の知識、技術がまだ全然ないので、だからそういったところも再現する上でのハードルになってますね。完成映像の方、今ちょっとね、映ってないんですけど、完成映像の方には、パルパティーンの両脇にドロイドが、映ってたんですけど、あれは、ローグワンに出てくる K2SO っていうね、ドロイドですね。ローグワンは、
個人的に1回見ただけで、一応ブルーレイは持ってるんですけど、1回見て面白いなと思って、で、最後のエピソード4につながるベイダーの無双シーンがやばいなっていう記憶はあります。ただ、中身はそこまで覚えてないというね。ただなんかこう見終わった後に、なんとも言えない、なんていうんですかね、悲しいにも近い、悲しいわけじゃないけど、なんかこう悲しいというか虚しいというか、まあでも希望を感じるというか、なんかそんな気持ちになったのを覚えてます。ちょっとまあ話変わりますけど、最近めちゃくちゃ暑いじゃないですか。で、もう今エアコン入れてるんですけど、エアコン清掃ってなんかプロにお願いした方がいいって、なんか最近やたらなんか多いですよね、そういう話、テレビとか見てても。なんかスポンサーの意向とかなんですかね。まあわかんないですけど、エアコン清掃をね、業者に、まあ、この間お願いしたんですよ。プロに、フィルター掃除を。で、あれって、なんか、パターンというか種類があって、メーカーとかに、プロの、その業者に直接、会社に依頼するパターンと、その、なんていうんですか、派遣、登録しているエアコン業者、エアコン清掃業者を派遣しますよっていうサイトから依頼するみたいなのがあると思うんですよ。で、私は後者の方でね、そっちの方が安いんで、まあ、なるべくその評価の高い、評価がね、また高いとね、値段が高かったりするんですけど、まあ、ちょっと評価高めだけど、まあ、安めみたいな。業者さんに、個人のね、業者さんにお願いして。で、来たんですけど、まあ、なんていうんですか、そういうお仕事されてるから、まあ、服とかが汚れるとか、まあわかるんですけど、まあそれにしても汚いなみたいな人が来たんですよね。で、なんかもう靴下ももう汚いし、せめてね、靴下変えて、新しいのに変えればね、だいぶそれでも印象変わると思うんですけど、その靴下でうち入るんか、みたいな。なんか、ただでさえ他人入れるのって、家に入れるのってあんまね、嫌じゃないですか。でもさらにこう目で見て汚れてる人を入れるっていうのもね、やっぱ嫌で。まあでもお願いしちゃったし、まあそれはしょうがないなと。で、まあやってもらったんですけど、まあね、なんかこう、手際が悪いというか、脚立も持ってきてなくて、え、エアコン清掃するのに脚立持ってこないってどういうことって。すいません、ちょっと椅子借りてもいいですかって。でもそれで、なんなんだろう、この人って。でも、まあ、しょうがないじゃないですか。だから、まあ、脚立というかね、踏み台みたいなのを使ってもらって、で、まあ、作業も、まあ、手際がいいのかどうかちょっとわかんないですけど、実際は。まあ、なんか、結構、なんか、いろいろ問題、あ、こっちか、みたいなね、ことをなんか独り言で言いながら、なんかやってて、その、なんかフィルターがうまく外れないとか、はまらないとか。で、最後、作業終わって、その汚い水ですよね、清掃した。汚い水を、どこかちょっと捨てるとこないですかみたいな感じで聞かれてそういうのって回収しないんだって。で、まあ、お風呂とか洗面台とかにね、流されるのも、キッチンとかにも流されるの嫌だから、ちょっとそのベランダの排水口に、みたいな感じでお願いしたら、普通にベランダに、
その靴下のまんま、なんかこう出てって、捨てて、で、靴下のまんま普通に、あ、捨てときましたって戻ってくるっていうね。だからその靴下そんな汚れてるんだって。ちょっと、ねえ、これ、私が神経質だからとかじゃないと思うんですよね。そんなことするって。そう、でね、まあ、ここまでは、なんか、まあ、手際が悪いとか、まあ、ちょっと不潔だとか、そういう話なんですけど、納得いかないというか、これおかしいだろうと思ったのが、その駐車場代を請求されたんですよ。で、あの、実際にかかった駐車場代って、その最後、業者さんが出てくタイミングじゃまだわからないじゃないですか。パーキングが結構ちょっと歩いた先にあるから。だから、ちょっともう多めにもらってるんですよ、普段から、みたいな。で、1000円だっけな ?500 円だっけな、ちょっと額は覚えてないんですけど、1000円か500円で一律いただいてます。駐車場代としてって言われて。で、そのことに関しては事前に、書かれてたんで、利用規約みたいなところに。まあ、だから、分かりましたって言って、その金額渡したんですけど、じゃあありがとうございますって出てっちゃって、領収書出さないんだって。絶対お前それお釣りポケットに入れてるじゃんっていうね。なんなら駐車場代かかってんのかすらね、わかんないけど。まあ、もしね、違法駐車とかして、そういうリスクを冒してるんだったら、まあ、それをポケットに入れるね、リターンを得てもいいかなとは、まあ、思いますけれども。領収書出さないのはね、ちょっとやっぱおかしいですよね。金銭のね、授受が発生してるのに。で、最後、帰ってって、で、まあ、ドア閉めて、で次、なんかちょっと出かけようかなと思って、ドア開けたら、まあ、ゴミ落としてってたしね。なんかもう、ああいうサイトで、そういったエアコン業者を、エアコン清掃業者を依頼するのはやめようかなと思いました。普通に、メーカーに雇われてる、メーカーというか、まあそういうプロの清掃業者に雇われてるところの方がやっぱいいですね。安かろう悪かろうで。というエアコンのお話でした。あ、ごめんなさい。チャット出てますね。でも、チャットが表示されてない。ごめんなさい。ちょっとね、直します。どうしたんだろう。チャット出てないですね。こういうね、慣れてないとこういうミスが起こるんですね。なんでだろう。ちょっと待ってください。ああ、いけた。設定は変えてないけど、まあ、ちょっとなんかこうリロードしたらいけましたね。すいませんでした。気づかなくて。またね、重大なミスを犯すところでしたね。声は聞こえてるみたいでよかったです。すいませんでした。ありがとうございます。知らせてもらって。
チャットもマイクもあるあるですよね。やっぱあるあるなんですかね。うん。あんまり人の見ないから、ちょっとわからないですけど、やっぱこういうのをやっぱみんなミスするんですかね。そう、前回の配信のアーカイブなんですけど、成績がとんでもなく悪くて、クリック率が 1.1%、平均視聴時間がなんと26秒という、1時間20分ぐらいある動画で、平均視聴時間が30秒切ってるって、どんだけっていうね。リギファイのやつですか？これね、リグは、コロソっていうサイトの、コロソじゃない、コロソ。コロソ。ちょっとうまく字幕が出ないですね。コロソっていうサイトの、マイナス T っていうクリエイターが、公開してる、販売してる講座があるんですけど、それを購入すると、この、なんですか、ボーンシェイプ。この形の、リグは手に入りましたね。実際にその、ウェイトペイントとか、アーマチュア、なんですか、アーマチュア作って、ウェイトをつけてみたいな作業は全部自分でやってます。ただ、この、ボーンの形自体は、そのダウンロードしたのをちょっとそのまま使わせてもらってますね。非常に、なんすか、直感的に分かりやすいような形なので、いいですよね、これ。まあ、そのウェイトとかを自分で、ほとんどね、自動でつけたウェイトのままやってるんですけど、なので結構、肘とか膝とか、形だけのやつなんですね。崩壊するんですが。そうです、形だけ、もう、なんていうんですか、これ多分ね、パスで作ってんのかな。なんかこう、パスで作った形、こう、幾何学的な形に表示させるみたいな方法があるんで、それでこの形になってます。そうで、もう前回のアーカイブの平均まあ、クリック率に関しては、まあ、いいんですけど、1.1%。もうこれでもね、めちゃくちゃ低いんですけど、普通の動画って、まあ、悪くても、なんか 2.5% ぐらいあるんで、まあ、それも今 1.1% は仕方ないとしても、平均視聴時間が26秒というね、みんな一瞬で離脱してるんだっていう。これ、なんか配信の方向性をちょっと考えないといけないかなって思いましたね。なんかこう、視聴者参加型タイプみたいな。例えば、最近はブレンデアの解説すらあんまり伸びてないですからね。やっぱ他の動画も伸びてないんですかね。でも、まあ、結構やっぱりアニメーション、こうやってブレンダーのね、アニメーションの動画公開してる、配信してる人って多分少ないと思うんで、やっぱ需要がないってことなんですかね。でビットIQ っていう、ブレンデアでアニメ作りたい人は少ないかも。やっぱそうなのかな。なんかこう、ビット IQ っていう、ブレンダーじゃない、その検索、どれだけこのワードで検索されてるかみたいなのがわかるツールがあるんですけど、まあ、それ見るとね、ブレンダースペースアニメーションとかで検索かけてる人って結構いるんですよ。ボリュームとして。だからね、いけると思ったんですけど、
これ多分ね、もしかしたらね、外国人が多いのかもしれないですね。一応ね、外国人対策として、下に字幕がね、英語で出るようにはしてますし、母国語が英語の人には、その、動画の、なんていうんですか、タイトルとか本文、概要欄か、が、ちゃんと英語になるように設定はしてるんですけど、でも結局、まあ、このね、動画見てる人の 95% ぐらいは日本の人ですね。データ見ると。だから、やっぱり日本人でブレンダーでアニメーションを作りたいみたいな人は少ないのかもしれないですね。まあ、そういうの対策で一応こうやってね、あんまり解説はせずに雑談をいっぱい入れていくっていうね、のをやってるんですけど。今日はパソコン、椅子、ハイスペック？パソコンは全然ハイスペックじゃないですね。デルのオンラインショップで、だいたい12、3万ぐらいだったと思います。一応、メモリは増設してますね。64×2 かなに増設はしましたけど、それぐらいで、別に全然ハイスペックじゃないです。だから多分、このパソコンでゲームやりながら配信とか無理なんじゃないかなって思いますね。だからめっちゃレンダリングも時間かかります。書き出すのがなくなれば、多分作業効率的には 1.5 倍ぐらいになりそうな気もするんですけど、パソコンも1台しかないんで、書き出してる最中はもう重くて、作業ができなくなるんですよ。そんなもんなんですね。英米でしたっけ？一応サイクルズでやってますね。EV だと、なんかちょっとエフェクトにできる、なんですか、限度があって、前にアベンジャーズのエンドゲームの動画作った時に、EV で一回ちょっと試しにやったんですけど、ライトニング、層のね、雷のエフェクトとか、ムジョルニアがまとってる雷のエフェクトとか、あとは雷が落ちた時のサイクルズはかかりますよね。砂煙とか、ああいうのを EV でやると、なんかすごくちょっと違和感があって。だから、サイクルズでそこからずっとやってます。で、EV だと、あれって、GPU じゃなくて CPU での書き出しになるんですよね。だから、EV だと逆にパソコンさらに重くなるみたいなことがあって、多分エフェクトを入れると EV だと、原作に似せるために後ろに動画を映したりしてるんですか？それとも目合わせ？これね、全部目合わせです。その業界用語で目合わせっていうのかわかんないですけど、やり方としては、パソコン、物理的に、ディスプレイを2つ用意して、で、1つのディスプレイ、正面のディスプレイはブレンダー開いて、サブのディスプレイで元動画映して、で、元動画をこう何度も行ったり来たりさせて、目で見て、こういう動きだなって頭で理解して、ブレンダーでキーフレーム落とし込んでいくっていうような感じですね。だから多分、重ねてもらえばわかるんですけど、全然重ならないと思います。これ、ね、重ねてやっちゃうとトレースになるし、なんかちょっとあんまりね、それは著作権的にも良くないんじゃないかなと思いますので。
目で見てやってます。で、その、元動画を見るときに、等速でやると、ちょっとやっぱりさすがに無理があるんで、フレームごと、もう本当に1フレームごと動かして見てます、動きを。皆さん多分あんまり知らないと思うんですけど、実は YouTube って、キーボードの大なり小なりボタンを押すと、フレーム単位で動かせるんですよ。動画を、映像を、シークバーを。右左でね、5秒ずつとか動かせるのはみんな知ってると思うんですけど、大なり小なりだと、フレームごとに動かせるっていう。うん、これ 24fps ですね。もう 60fps は無理ですね、作業量的に。めちゃくちゃ時間かかっちゃうんで。なので、まあこれ実際元動画は、YouTube にアップされている動画、まあね、公式がアップしてたり、まあ、非公式がアップしてたりするわけですけれども、まあそのアップされている、元動画のフレームレートに合わせて作ってます。で、もう 24fps をまず探してます。24fps でアップしている動画はないかなっていうのを探して、で、まあ、30fps までだったら許容範囲ですけど、そうだったんですね。一応、動き、モーションに対して著作権はないそうなので。これね、難しい問題で、多分、私が見た判例とかだと、トレース画法に触れることはないらしいですが。あ、そうなんですか。一応ね、映画とかの縦には、やっぱり、著作権はあるみたいなんですよ。なので、まあ一応私の認識としては、それをモーショントレースとかしちゃうと、やっぱりそれは著作権を侵害する形になって、明らかにね、著作権を侵害する形になってしまうかなと思うんで、もうこう目で見てね、作ってます。私のその捉え方としては、モノマネ芸人と同じですね。もっと先に砂漠まとな動画はたくさんあるので大丈夫ですよ。まあ、それもね、あります。私のところに到達するまでに、もっとやばいね、動画なんていっぱいあるんで、まあ、これぐらいならね、知らなかった。教えていただいてありがとうございます。あ、いえいえ、別に私も専門家ではないので、あくまでもこれ私の認識の仕方ですね。まあ、公式にもしね、怒られるとしたら、まあ、それは対応しなきゃいけないですけど、まあ、まず、そんなことはないだろうとは思いますね。まあ、こうやってね、その、動きは確かに真似してますけれども、それ以外の要素。アッカンビー太郎版は、ちょっと悲しかったけど、ちょい待ち。アッカンビー太郎って聞いたことあるな。ちょっと待ってくださいね。あ、これか。これ、バンされたんすか。まあ、これはさすがに仕方ないのかなとは思いますけどね。どうなんだろう。これ、どの動画がまずかったんですかね。やっぱ、アンパンマンか、ドラえもんですかね。さすがに、水原一平は大丈夫だと思うんで、そこから著作権の侵害してるとは言われてないと思うんで、まあ、ドラえもんなのかなと。結構さ、アンパンマンってゆるいっぽいじゃないですか、著作権。子供向けの動画でめちゃくちゃアンパンマンの動画あるんですけど、あれ絶対みんな許可取ってないと思うんですよ。公式以外。でも、あんだけ溢れてて、で、再生数もめちゃくちゃ回ってるんですよ。何百万再生とか言ってる動画普通にあって。だから、多分アンパンマンは著作権は結構緩い、なんかこう、緩いんじゃないかなとは思ってますね。
だから多分、ドラえもんじゃないですか、あれは。なんか別の、そう、なんか聞いたことありますね。別のチャンネルもドラえもんで、なんかバンされたみたいな、なんか話聞いたことありますね。噂程度に。ドラえもんは厳しそうですね。なんかこう、元キャラ、元ネタのイメージを明らかに崩すようなのは良くないですよね、やっぱり。だから私も、このキャラクターをモデリングするときに、なんですか、近からず遠からずみたいな感じで作ってます。明らかに真似て作っちゃうと、そのまんまで作っちゃうと、絶対そのキャラクターの、なんですか、権利を侵害してることになっちゃうと思うんで。だからね、ダースモールとかはもうね、名札貼るだけで。あれだったら大丈夫だろうと。しかもね、名札だから誰かもすぐわかるし。名前書いてあるから。じゃあコッテアニマチオンも危ないのかな。コッテアニメーション。コッテアニメーション。イラストやはいいですよね。ああ、コッテアニメーションこれか。これはだからどうなんでしょうね。明らかにそのキャラクターとわかるけれども、だいぶ崩してはあるから。五条先生が電車に乗り遅れるみたいなのとかあるチャンネルですよね。これも下手したら危ないんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうね。イラスト屋はね、そう、なんでイラスト屋を使ったのかっていうのも、やっぱりフリー素材なんで、まあ、そういったリスクに関してはね、だいぶ減らせるので。独自のコンテンツをいかに伸ばせるかですよね。そうなんですよね。理想で言えばね、なんかこう、独自のキャラクター作ってとかやれば、チャンネルが人気出たら、グッズ販売してみたいなのもね、できると思うんで、そういう独自キャラを作るのがいいとは思うんですけど、いかんせんそれってね、かなりセンスがいるじゃないですか。私はちょっとその辺のセンスに関しては自信が全くなくて、だってキャラクターゼロから作るってめっちゃ難しくないですか？私はアニメの成功例って銀河特急ミルキーサブウェイですよね。ああ、そうですね。それね、私、まだ見たことないんですけど、1回目の配信でね、その存在を教えてくれた方がいらっしゃって。あれね、EB で作ってるんですよ、みたいな話を教えてくれて。ああやってね、独自キャラクターでね、アニメーション作れれば一番いいんですけど、難しいですね、そこら辺は。美術の成績はそんな良くなかったんで。そう、今美術で思い出したんですけど、昔、美術の先生が、まあ、ちょっとあの、特定されないようにちょっとぼやかして言うんですけど、昔美術の先生が、さらにその昔、竹野内豊を教えてたらしくて、で、竹野内豊の卒アルを持ってたんですよ。美術の先生はそれをすごい自慢してて、で、なんかこう、生徒たちに、次がなんかこのなんだ、課題頑張ったら、竹野内豊の卒アル見せてあげるからな、みたいな感じでやってて。で、私も一回見せてもらったことあるんですけど、竹野内豊が小学生の頃のアルバムですね。小学生の頃から群を抜いてましたね。今でも覚えてますね。竹野内豊、聞いたことはあるかも。あ、竹野内豊をそもそもわからないみたいな
結構ジェネレーションギャップですね、それは。ビーチボーイズとか知らないですか？堀町隆史と竹野内豊と広末涼子。まあ、めちゃくちゃイケメン。でも最近もね、結構コマーシャル出てるんで、タクシーのコマーシャルだっけ？タクシーのコマーシャルにも出てますよね。そう、めちゃくちゃ、小学生なのにもう色気すごかったですね。ああ、やっぱり芸能界で成功する人はもう子供のうちからやっぱ違うんだなっていうのが分かりましたね。ジョッキーの方かと思った笑い。あ、ジョッキー。ジョッキーは、武豊か。武豊は多俳分、優さんか？そう、俳優さんです。武豊は、多分、卒アル見ても、オーラは、そんなない、そんなんていうんですか、その見た目で売ってる方じゃないんで、わからないと思いますけど、俳優さんの方です。今多分もう50過ぎとかなんですかね。めちゃくちゃかっこいいです。もう今55歳らしいですね。今調べたけど。55歳には見えないですね。めちゃくちゃかっこいい。で、今、竹野内豊を調べたら、ネットフリックスでなんか新しくドラマ始まるみたいですね。うん。ネットフリックスでガス人間っていうドラマに竹野内豊が出るそうです。何の話してましたっけ？もうちょっと覚えてないな。すぐ忘れちゃうんですよね。収益化できてますか？収益化できてますか？収益化ね、まだできてないんですよ。再生時間が全然足りなくて、チャンネル登録者数6300人いるのに、まだチャンネル登録か、収益化できてないってなかなか珍しいんじゃないですかね。なんかたまにチャンネル登録者数1万人いるけどまだ収益化できてませんみたいな、なんかコメントを、なんですか、YouTube の運営のチャンネルみたいなそうなんですね。ところでコメントで見かけますけど、いや、収益化ね、早くしたいんですよ、本当に。だからね、このライブ配信もね、始めたんですよ。再生時間を稼ぐために。このライブ配信も4000時間っていうね、再生時間、必要な再生時間にカウントされるそうなんで、やっぱりね、普段作ってる動画が全然1分とか30秒とか、長くても2分とかの動画なんで、しかも、こう頻繁に出せない。ってなるとね、再生時間が全然稼げないんですよ。ショートは90日で1000万。再生って無理ゲーすぎるんだ。ね、あれ無理ゲーすぎますよ、本当に。私の一番そのショートが回ってたタイミングでも、300万再生もなかったですもん、90日間で。200何十万とかかな？ 200 何十万再生とかが、なんかもうマックスでしたね、90日間で。収益化って2段階あるんですけど、もうその1段階目もまだクリアできてないです。1段階目はあとちょっとではあるんですけど、1段階目がチャンネル登録者数500人プラス、横動画の再生時間が3000時間。もしくは、ショートの再生回数が90日間で300万再生。ショートはもうクリアできないですよ、これなかなか。横動画でクリアするしかないですね。で、横動画でクリアするのも楽じゃないですからね、やっぱり。4万、人に10分見てもらえればいいのか。4万人に10分だと、
40万分 ?40 万分って何時間？ 40 万分だと6666時間だから、6666時間だから、ちょっと違うかな。多分それ、1時間を100分として考えてんのかな。まあ4000人に1時間見てもらえればいいんですけど、単純に。一人じゃ厳しいのかもですね。絶対いけてると思ってたのに。ああ、一人じゃっていうのは、その運営的にってことですかね。そんなことないんじゃないですかね。ルローニケンシンの私のそのアップした動画が10万弱再生、横動画でね、言ってるんですけど、それだけでね、2000何時間とかかな。再生時間が確かあったと思うんで、もう一個あれぐらい再生される動画さえあれば、収益化は難なくできる。難なくではないですけど、そのね、10万再生いくのがね、非常に大変なんですけど。多分 YouTube で投稿したことある人はわかると思うんですけど、横動画全く見てもらえないんだもんかを。そう。全然見てもらえないんですよ。しかも最初の頃はね、全然、なんですか、数千回生とか言ってたのに、最近も数百再生しかいかなくて、ほんと困ってますね。なので、ぜひね、ライブ配信もそうですが、アーカイブもね、もし途中でこう抜けたりとかね、したときはアーカイブも見てもらえるとね、非常に助かります。よろしくお願いします。横動画広告が嫌だから、自分もよっぽどじゃないと見ないなって思って。あ、やっぱそうなんですか。で、広告ってマジで、アベンジャーズとか海外受けしそうですけど、海外の方も少なくなってます？ちょっとそのサンプルとして少ないんで、もうなんですかね、海外の人が増えてるのかどうかすらわかんない。必然的に比率はちょっと上がってるんですけど、再生数が少なくなってるから。でも多分、別に海外の人の再生回数も減ってると思います。でもっと受けると思ったんですよ。そのマーベル系とかね。そう、横動画にもう広告、ね、私も広告見るの好きじゃないんで、私はもう YouTube プレミアム入っちゃってますね。なんかこう YouTube プレミアム入ればもう広告見なくて済むんで、それで今月2000円ぐらいかな。なんかファミリープラン入ってるんですけど、それで広告の煩わしさがなくなるなら安いもんかなと思ってます。スター・ウォーズが一番伸びてるんですよね、意外と。そう、スター・ウォーズがね、やっぱり、なんかこの固定ファンが多い。アベンジャーズとかだと、どうしてもなんかこう、根っからのファンは、そこまでいないんじゃないかなと。スター・ウォーズ好きな人って、やっぱり根っからスター・ウォーズ好きな人が多いから、伸びやすいっぽいんですよ、どうやら。そうだから最近、ちょっとスター・ウォーズ系の動画を増やしてるんですよ。ちょっと前のインディ・ジョーンズの動画にも、グリーバス将軍をなんかこうわざわざ出したりとか。で、まあ、1個前がアナキン VS オビワンですし、今回がアナキン VS ドゥークで、ちょっとずつね、スター・ウォーズを増やしてる理由は、やっぱりスター・ウォーズが伸びやすいっていうところですね。まあでもそんな私も、まあ、前回もちょっと話はしたんですけど、
やっぱり、マンダロリアンはちょっと、なるほど。映画化に見に行こうか悩んどるというところですね。これも前回話したんですけど、やっぱりスター・ウォーズ私好きなのはライトセーバーのデュエルが好きなんで、なんかマンダロリアン全然ね、ライトセーバーのデュエルがなさそうなんで、ちょっとそれでね、億劫になってるところもあります。もともと何話してたかな。日本だと、ゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーとかいいんじゃないですか。なんかその辺もね、結構ありだと思うんですけど、ゴジラだと完全に人間とフォルムが違うじゃないですか。ってなると、またキャラクターをモデリングして作んないといけなくて、ちょっとモデリングがね、もうだいぶ、もう最近やってなくて、なんですか、ゼロからモデリングするみたいな。やってないから、もう結構忘れてるんですよ。だからね、労力が結構かかりそうだなっていうのがあって。で、あと、なんかウルトラマンとか仮面ライダーってなんかちょっと著作権的に怖そうだなっていうところが、なんかこう、心のどこかであって。まあ勝手なイメージなんですけど。ウルトラマンとか仮面ライダーって、それっぽく作ろうと思えば絶対すぐなるじゃないですか。なんかあんまりそうなっちゃうと元ネタにだいぶ似すぎちゃうから危ないんじゃないかなってちょっと思ってたり。ターゲット層もだいぶ上になりますね。ああ、でも確かにそうですね。でもどうなんですかね。ウルトラマンとか仮面ライダーって、なんかそれぞれの世代に合った世代ごとに好きな仮面ライダー、ウルトラマンってあるじゃないですか。今の子たちは今の子たちで、今の仮面ライダーやウルトラマンが好きなんじゃないかな。今作ってんのかな、ウルトラマンとか仮面ライダーって。戦隊ものがなくなりましたよね。最近。なんとか戦隊とかも、そういう感じで。私は、戦隊、ありましたね。私は戦隊もので言うと、オーレンジャー、核レンジャー世代ですかね。あと10レンジャーとかかな。ワンピース確かにイラスト屋にありましたね。まだ 2D のアニメーションをこう 3D に起こすって作業をやったことがないんですよ。ウルトラマンだと見てないかも。昔スム41の曲を歌うウルトラマンの動画あって好きでしたけど。サム41が歌ってたんですか。ワンピース、ワンピースに限らず、私ね、ちょっと、例えば、ナルトとかも考えてはいたんですよ。シーン2が始まりましたね。シーン2はこのドゥークの腕をアナキンが切り落とすシーンですね。これアナキン、自分の腕切られたからやり返しで多分切り落とすんですよね。でしかもなんかこのバトルの前に始まる前とかになんか僕は前回より2倍強くなったみたいなこと言うじゃないですか。だから多分2倍強くなったから2本腕切り落としたみたいなことなのかなって勝手に思ってるんですけど。そうで、2D のアニメ作品を 3D にするのって結構ね、なんか難しい。だって、アニメ上では存在しないのを、イメージ、想像して作んなきゃいけないんで、しかもアニメ独自の、なんていうんですか、作画方法とかあるじゃないですか。早く動くときは、なんかこう、顔が伸びるみたいな。
なんか爆発する瞬間は顔が歪むとかね。なんかそういうアニメならではの技法っていうのが、このブレンダーだと、まあ、できないことはないんでしょうけど、多分めちゃくちゃ手間がかかるし、まあ私はできる気がしないんですけど。っていうのもあってね、今、その 2D を 3D にするのはまだやったことがないんですよ。ワンピースとかナルトとかを作ったことがない理由は。まあ確かにね。でも一番嫌なのがやってみてやっぱできないっていうのがね。動画、それだったら別の動画、別のアニメーション作っとけばよかったわって。やっぱこう限られたリソースをね、使う時間がね、無限にあればいいんですけどね。さっき流れたウルトラマンだと見てないかもっていうのは、ウルトラマンの再現やってても、やってたら、このチャンネルは見てなかったなっていうことなんですかね。まあね、ウルトラマンもそんな、アクションが激しいわけではないんで、結構ブレンダーでやっちゃうともっさりした映像になりそうですね。それならそれでそっちに突き抜けるでもいいかもしれないんですけど、なんか最近、なんか私のチャンネルのおすすめに、ウルトラマンの昔のオープニングを再現してみたみたいな動画上がってきたんですけど、アニメーションの練習もしつつ、知名度を増やして賢い人だなって思ってましたけど、そうですね、言い方が悪かったですが、自分がウルトラマン世代でないのでスルーしてしまっていたかも、が。そうですね、これ、実際、これ今、アニメーションを作りながら勉強はまあしてるような感じで、さらにこう、それと一緒にこう知名度をね、上げていければなって思ってはいるんですけれども。でもまあそうですね。まあその通りです。はい。これでね、チャンネル登録者数とかね、再生数とかね、増えればいいんですけど、なかなか難しくて。やっぱりそのウルトラマンとか仮面ライダーになるとどうしてもやっぱりね、世代がね、違ったりとかで、ね、今がチャンネル登録してくれてる人とかと、やっぱりちょっと層がずれそうですもんね。いやー、独自コンテンツはね、難しいんで、どうですか。でもね、話作るのは好きなんですよ。ちなみに1日に進められるアニメーションの量は何秒くらいになりますか？独自コンテンツは、まあ、いずれできたかなとは思うんですけど、まあ、多分難しいですね。昔、このチャンネルを作る前に、2D でイラストや使って、コント動画とか、YouTube にアップはしてましたけど、まあ、それは数百人再生とかでもうやめちゃいました。もう、ネタが思いつかなくて。1日に進められるアニメーションは、その、動きの激しさによるんですけど、例えば、さっきのシーン1みたいな、キャラクターが2人いて、そのキャラクター2人がガンガン動いてみたいな映像とかになると、多分1秒作るのに、まあ、本当に4時間とかかかったりするんで、ってなると、1日でまあ2秒作るのが限界だったりとか。で、楽なシーンとか、何ていうんですか、顔だけ動かすとかいうシーンとかだったら、まあ多分平気で15秒とかはね、作れたりするんですけど、1日で。やっぱり難しいですね。アクションをメインでやってるんで。平均すると多分 1秒2時間。1秒2時間ぐらいかな。平均すると多分。なので、まあそう考えると、1日平均4秒ぐらい、4、5秒作れたらいいかなって感じですね。ブレンダーでアニメーションやられてたんですね。不気味の谷。そう、あんまりリアルを追求しちゃうと、
なんか沼にはまるじゃないですか、絶対。まだもっとリアルにできる、もっとリアルにできるみたいな。だから、その、最初からこの程度の低ポリゴンにしとくっていうのも。作業スピードですね。カメラワークもあると思うので。あ、早い方ですか。まあ、その、これ自分では結構かかってるなと思った方なんですけど、これでも早い方なのか。って考えると世の中のアニメーション、3D アニメーション作品っていうのはもうとんでもない労力がかかってるわけですよね。そりゃ、なんか世の中の、なんですか、クリエイターとかは AI 嫌いになるわって感じですよね。この、まあ、今回はそのドゥーク伯爵の手首が飛んでくんですけど、こうやって、ひどいですね、顔。ね、AI ひどいですよね。こうやってなんかこう、体が欠損するとか、なんかこう、体のパーツが分かれるみたいなシーンってみんなどう作ってるのかなって。私は、2つ同じキャラクターを用意して、で、その、1つは、手首だけのドゥーク。手首しか映ってない、見れないドゥーク。で、もう1つは手首以外が映ってるドゥーク。にして、で、その切られるタイミングまでは同じように動かして、で、切られてからは、別々に動かす。ってやると、その手首しか映ってないデュークはその手を動かせば手首が飛んでってるように見える。し、手首以外しか映ってないデュークは、まあ、その場に残しておけば、で手首がないデュークが残るみたいな感じで作りました。で、一番最初に投稿したアナキン VS、オビワン VS ダースモールの動画もそんな感じで作ってたはずです。最後ダースモールが上半身と下半身に分かれる。正解なんじゃ。正解なんですかね。こういうのってね、その、調べても載ってないんですよ。なんて調べればいいかもわからないし。あ、もしかしたらこういう、これってどうやってるんだろうみたいなのとかを、私はこうやってますみたいな感じで、動画作ったりすると、もしかしたらいいのかもしれないですね。あとはこの腕の切断面。腕の切断面はだいぶマイルドに表現して、もうとりあえずもうオレンジが光ってるだけでいいやってしたんですけど、これは切った瞬間に武器の持ち替えとか難しそう。チャイルド切り替えだとどっか飛んでいくしかを。あ、すごくその気持ちわかります。どっかに飛んでいく現象ね、すごくわかります。これでもどっかに飛んでいかないようにできるんですよ。あ、初見さんはじめまして、よろしくお願いします。これね、ブレンダーの、私が作ったアニメーション作品の雑談解説という感じでやらせてもらってますので、ぜひね、ゆっくりしてってもらえればと思います。そう、チャイルド切り替えで、アイテムがどっか飛んでいく現象ね。これ、私もね、一時期ずっとハマってて、だから飛んだら元の位置に手動でこう戻してっていう非常に面倒な作業をやってたんですけど、そうしなくて済む方法を割と最近見つけて、これ多分チャイルドの関連具合をゼロにしてってなるとどっか飛んでったりみたいなことですよね。これね、あるんですよ。これ順番が大事なんですよ。
で、そのゼロへの切り替え方も大事で、これ言葉で説明するとね、多分知ってる人も多分わかんないかもしれないですけど、なんか関連度0から1にこう動かせるじゃないですか、チャイルドの。で、この、まあ、手打ちだったり、マウスで1をこう0にしちゃうと、どっか飛んでくんですよ。じゃなくて、その数字の右隣にあるバッテンマーク押すと、その場に留まるんですよ。で、なおかつ0にできるんですよ。チャイルドを0にできる。まあ、要は関連を消せると。もしかして、今もしかしてそのシーンが出るかなと思ったんですけど、違いましたね。数字の隣の右隣のバッテンマークを押すと0になって、その場に留まります。で、これだけだと、まだなんか表面上の数字をただ0にしただけなんで、ここでキーフレーム打ちます、その隣の。で、さらに、これはまだ、ここで打ったキーフレームっていうのは、チャイルドの関連度を0にしたっていうキーフレームなんで、まだ、なんですか、防音のキーフレームは打ててないんですよ。なので、ここで I ボタンを押して、キーフレームを打ちます。ボーンのキーフレームを打つと、できます。で、なおかつ、その直前ですよね。その1フレーム前で、関連度を1の状態で、キーフレーム打っとかないと、ダメです。いや、この1フレームで関連度が 1から0になったっていうね、形にしないと。で、多分、その1フレーム前でも、なんていうんですか、元々のキーフレーム打っとかないとダメです。だから順序で言うと、まず、チャイルドの数字を0にしたい、フレームの1フレーム前で、まず、I で、すべてのキーフレーム打って、なおかつ、チャイルドオブの、関連のキーフレームも1で打っとくと。で、0にしたい次のフレームで、バッテンをして、0にして、右隣のキーフレーム打って、さらに最後に I を押して、ボーンのキーフレームを打つと。っていう流れだと飛ばないです。で、多分私ね、これ、多分なんですけど、最初にその0にしたい、フレームまでアニメーション作っとかないとダメです。だからごめんなさい。一番最初はまず0にしたい、ところまで映像を作ります。っていうところですね。で、その1フレーム戻って、先ほどの作業をやるという感じですね。伝わるかな、これ。これもしかしたら需要あるかもしれないですね。多分、みんな困る。これね、チャイルドオブを使う人たち、あるあるだと思います。どっか飛んでっちゃうね。私もライトセーバーがしょっちゅうどっか飛んでってました。ブレンデアやらのモデリングとか憧れるけど難しそうだしな。そう思うじゃないですか。でも、モデリング自体は簡単なやつだったら、普通に数日、初日でも別に作れますし、全然参考書とか買ってやれば、普通に1週間でなんかキャラクターで作れたりしますよ。簡単なキャラクターだったら。それをね、またこう動かすってなるとちょっと話は全然別になるんですけど。うん。だって、よく、なんですか、初心者が、ブレンダーを、CG の勉強を何日間してみたらこうなったみたいな動画上げてる人いるじゃないですか。私のおすすめにはまあこうたまに上がってくるんですけど、そういう動画が。歴何年ですか？
私、ブレンダー歴まだ1年半経ってないですね。去年の1月末ぐらいに始めました。だから、最初の、虫のイラスト風で作ってみたことはありますか？一応最初の、すごい。動画。最初の、オビワン VS ダースモール、私がアップした動画があるんですけど、それは、ブレンダー初めて触ってから半年経ってないぐらい、5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月ぐらいで出した動画です。で、あの動画は陰影無視でやってました。陰影無視というか、キャラクターを常に発光させてました。光る方の発光ですね。要は真っ暗闇の中、壁とかキャラクターを光らせて撮ってました。だから影がないっていう。で、その理由は、ライティングがめんどくさかったからです。ライティングがめんどくさかったのと、このイラスト屋を 3D 化するにあたって参考にした動画が YouTube に誰だっけな、参考にした、チャンネルは、3D のメモ帳さんですね。3D のメモ帳さんっていうチャンネルが、イラスト屋を 3D 化するっていうね、動画を出してたんですけど、シリーズで。で、そのチャンネルが、陰影無視で、そのキャラクターを発光させるやり方で作ってたんで、まあ、それもあって、一番最初の動画は、陰影なしのキャラクター発光させてっていうので作りました。2個目からですね、影とかができ始めたのが。で、3個目で、2個目はね、ちょっとアウトラインが消えたんですけど、キャラクターから。3個目でアウトラインのやり方も分かって、みたいな感じですね。その1個目のアウトラインと3個目の動画のアウトラインのやり方ちょっと違ってて。まあそんなんで、全然CG アニメーションは、でもそのお方の動画はおすすめでしょうか？おすすめです。非常に。私もだってその初学者状態で、見てましたから。キャラクターをモデリングするのって、いえいえ、ぜひね、その 3D のメモ帳さん見てください。キャラクターをモデリングするのってね、形を作るのだけじゃなくて、やっぱりその骨を入れて動かしたりとか。服のテクスチャも元絵からもらったりしてました。見た。私はもう完全にイラスト屋のこの、なんていうんですか、見た目は、目で見て、似せて作ってますね。そのままなんかこうデータを流用みたいなのは、一応しないで作ってます。その、モデリングするにあたって、まずこう、無地の粘土要は粘土みたいなのでこう作って、キャラクターを。で、そこからさらに骨を入れて、で、ペイントして、っていうね、ちょっと作業が何工程もあるんで、結構大変だったりするんですけど、まあ、それでもね、出来上がった時にね、こう自由に動かせる感動はね、やっぱりあるので、やっぱこう自分が作ったキャラクターが動いてるのを見ると、単純に嬉しいというか。足りない記事はフォトショの拡張生成で増やしましたね。すごい。そんなんでできるんですね。フォトショの拡張生成。なんかAI で拡張するやつですかね。
もう私は単純に、キャラクターに、あの、ペイントしてます。テクスチャーペイントで。ちょっと話戻りますけど、アニメーションね、モデリングだけじゃなくて、何が好きかによると思うんですけど、モデリングが好きな人もいるし、こうやってアニメーション好きな人もいるし、だと思うんですけど、そんな難しいものでもない、極めればね、すごく難しいと思うんですけど、私も全然極められてるわけではないですし、でもそれなりにね、それなりの面白いものは作れるので、ちょっとやってみてはいいんじゃないでしょうか。今ちょっとまたシーンの説明に戻りますけど、これちょっとなんか、今切断面か。切断面作ってますね。ごめんなさい、何でもないです。ただ切断面作ってただけでした。そうですね。まだ愛が騒がれてない頃からあった機能ですが、あれが走りかもしれないです。もう今はね、なんかもう、どのサイト、どのツールもね、AI 積んでるのが当たり前ですもんね。あとAI と連携したりとかね。なんかブレンダーもAI と連携できるみたいな動画とかがね、よくおすすめに上がってきてるんですけど、なんか AI あんま好きじゃないからちょっと見てなくてでもアニメーションも AI で簡単に作れるようになっちゃうとなんか寂しいですよね。まだね、AI で作った動画って動きに違和感があったりしますけど、これもね、もうあと多分数年したらなくなるんでしょうね。多分そろそろシーンさんが始まります。3D ソフトをいじるにあたってパソコンのおすすめやスペックはあるのでしょうか？差し支えなければアニメよりも音楽の方が悲惨。俺でもいい曲作れるんだもん、ただで笑い。確かにね。そのパソコンのスペックなんですけど、全然いいスペックのもの使ってないです。デルの通販で多分12、3万ぐらいだったと思います。1年、どのぐらいは2年前ぐらい ?2 年前ぐらいに買ったやつで。一応、GPU はつけてます。でもそれも、なんだっけ、3000番台っていうのかな。ちょっと私、コンピューターそんな詳しくないんで。そんな、最新の GPU とかでもなくて、ちょっと前の GPU 積んでますし。メモリだけはちょっと増設しました。もともと88の16だったのを64、64の128にしたのかな。確か。それぐらいです。もともとの PC スペックはちょっと全然良くないです。これどうやったらわかるんだろう。Core i7 ですね。メモリが異常。メモリ増設しただけで、今メモリ高くなってるんですよね。なんかその時はそこまで高くなってなかったんで。ごめんなさい。NVIDIA GeForce RTX 4060でした。高い。3000じゃなかった。4000番台でした。いやでも、ね、高いとか言うけど、今だって、ゲーミング PC の方が圧倒的に高いじゃないですか。ゲーミング PC なんて20万とか出さないとまともなの。20万でもめっちゃ安い方ですよね。そう考えると、だってこれ別にめっちゃ安いと思いますけどね。どうなんだろう。イラストを 3D にする愛はそのままでは使えないけど、下書きの3面図作るとき便利です。特に横顔。なるほどね。
ゲーミングパソコンだよ。3。ちょっと前のコメントに戻りますけど、確かに AI ね、あれですね。音楽、悲惨ですね。なんか昔の音楽を、AI でなんか80年代風にしてみたみたいな動画がね、たまにおすすめで上がってくるんですけど、あんなんも簡単にできちゃうんですもんね。なんかあれずるいなと思いますよね。イラストを 3D にする AI はそのままでは使えないけど、下書きの3面図作るとき便利です。特に横顔。あー、なるほど。今なんかすごい勢いで首が触れちゃってますね。このぐらい12、3万の PC はゲーミング PC と呼ぶんですかね。どうなんだろう。多分ゲームできないと思いますよ、このスペックじゃ。そう、今このさっき顔めっちゃ触れてたじゃないですか。このノイズモディファイア使ってるんですけど、グラフエディターから。そもそも私がグラフエディターをやっと最近使うようになって、マトリックスの動画からですね、銃を構えている時に手がこう震えるっていうのをなんかこう簡単に作れないかなと思って調べてたら、なんかこのグラフエディターでノイズモディファイア入れたらできるっぽいぞっていうのが分かって、そこからちょっと使ってるんですけど、今までその前の動画とか全部1、2フレームごとをずっと手打ちで打ってましたけど。すご。自動生、すごいっすね。ゲーム自動生成。へえ。そう。だから私も最近この、ノイズモディファイアでちょっとやっと楽の仕方が分かったっていう。バイオハザード7が10年前なんですね。7ってどんな話だっけ？なんか主人公一人称視点のやつ。全部そうか。あれですよね、なんか手ちょん切っても生えてくる主人公のやつ。ホラー的な感じのやつかな。強い手。なんかホラー要素強めのVAR 対応のやつですかね。なんか人がプレイしてるので見ました。実況プレイ動画で。それです。それですね、それ。もうあれが10年前なんですね。すごっ。時間が流れるの早すぎるよ。ちょっと映画の方の話に戻るんですけど、この、ドゥーク腕ちょん切られるじゃないですか。で、これ、なんかびっくりするだけであんま痛がらないじゃないですか。これなんか、フォースとかで痛みを抑える方法とかもあるんですかね。なんかありそうですよね。システマみたいな、呼吸法みたいな。システマですよね。芸人の南川さんがよくやってた、痛くないやつ。何されても痛くないやつ。呼吸法で。最近あれやってないですよね。南川さん。もうそんな、あれか。体張るあれじゃないのか。顔の表情は、ドライバー、はい。組んでます。この防音に連動するように、ドライバー入れてますね。シェイプキー作って、そのシェイプキーが防音に連動するようにやってます。
もうこれもね、ちょっともう作ったのがだいぶ前なんでね、結構記憶があやふやなんですけど。まあそういったね、テクニック、技術、知識とかは、全部、コロソっていうサイトのマイナス T さんっていう、クリエイターの方の動画で見ました。回復要素あるんですか、フォースに。何でもありっすね。それって多分実写ではなかった、実写でありました？もうちょっとエピソード8以降の記憶がないんで、私。その回復要素があったのかどうかちょっと覚えてないんですけど。コロソ高いよ。高いですよね、コロソ。だからもう、なんかこう、もうやりたいっていうモチベーションがマックスの時じゃないと買えないですね、あれ。なんかでも私が買った時は、なんかだいぶ安くなってたんですよ。半額ぐらいに、40%オフかなとかになんかなってて、それで買いました。もう一個なんかアニメーションの動画買ったんですけど、それはもう全く見てないですね。見なきゃなと思ってるんですけど。でももうこのチャンネルのね、作る方がもう一生懸命で。フォース。コロソ自分も買いました。本で良かった内容でした。あんま良くない講座買っちゃったんですかね。でも本当いい講座はいいと思いますよ。まあ私、まだ1個しか講座見てないですけど。コロソのマイナス T さんはおすすめです。一応ね、全部韓国語で話してるんですけど、全然わかるから大丈夫です。今、シーン4になりましたね。そうこれ今、シーン4、後ろ、エピソード8のポスターが貼ってあるじゃないですか。これはちょっと、ワールドは読まれたり、ブレンダーフェスを見たりはされましたか？ CG は、いや、私、ちょっとそういうの読んだり、ブレンダーフェス見たりとかもしてないですね。なんかブレンダーフェイスってなんかありましたよね。スマホで Google で検索しようとしたときになんか下の方に広告出てきてた記憶があります。で、なんか生放送でなんか48時間どうのこうのやるんだみたいなのをなんか見た記憶があるんですけど、まあ、結局見なかったです。でそういったの、なんかね、そういうのを見る時間があるならもうアニメーション作ってたいなみたいな。なるべく。もうアニメーション、めっちゃ時間かかるんで作るの。もう常になんですか、動画作るのに追われている感じですよね。そう、エピソード8のポスターが貼ってあるのは、エピソード8のポスター貼ってあるような会社は絶対ブラックだろうな。そんなセンスのない会社はブラックだろうなと思って、エピソード8のポスターを貼っときました。フォースの後付け設定なんですけど、まずエピソード8のルークがカイロレンと戦うシーンあるじゃないですか。で、実は実体じゃなかったよって、フォースで見せてた幻覚だよみたいな。あれはから多分ファンがぶち切れ始めたんじゃないですか。どうなんですかね。私はあそこでうわーって思いましたね。で、その後、エピソード9で、なんか、フォースを使ってテレポーテーションさせてませんでした？物質を。レイとカイロレンが、なんかフォースを使って、ライトセーバーをあっちの世界とこっちの世界を行ったり来たりさせてましたよね。もうあれが、あれないなと思った。マンダロリアンネタ。マンダロリアンがね、まだ私、3話ぐらいまでしか見てないんですよ。ね、見たのもね、もう何年か前の話で。ライトセーバーライトセーバー好きなんで、ライトセーバーがこう出てこなさそうだからなんかこうテンションが上がらなくて、ちょっと途中で見るのやめちゃったんですけど、でもまあ映画もやることですし、ちょっと見直しますね、もう。じゃあ。ちょっと最初から見てみます、マンダロリアン。
でも、マンダロリアン、流行るんですかね。スター・ウォーズが割と好きな人の中でも、多分マンダロリアン見てる人って、そんな多くはないと思うんですよ。ドラマでマンダロリアン見てた人って。その層が、果たして映画館に見に行くのかっていう。ライトセーバーあんまり出ませんね。出ないですよね。一般的なスター・ウォーズ割と好きみたいな人って、やっぱりそのライトセーバーのバトルだったり、宇宙船に乗ってのこの追っかけっこだったりとか、やっぱそういう迫力あるシーンが好きだと思うんですよ。まあそのね、宇宙船に乗っての追いかけっこは、マンダロリアンでもあるのかもしれないですけど、なんかそれぐらいのライト層が、何マンダロリアンっててかスターウォーズじゃないのってならないのかなって。だって、ね、ディズニープラスで配信されてるダースモール主人公のシャドウロードか。シャドウロードも全然多分流行ってないですよね。私もディズニープラス入ってますけど見てないですもん。そう、今この作ってるシーンは、もう先にカメラの動きから作りましたね。こうカメラが激しく動くシーンだと、どうしてもカメラを先に作っとかないと、どうカメラから映ってるのかがちょっとわからなくなるんで、先にカメラから作りました。このね、ライトセーバーが落ちてくるのをアナキンが掴んで、キャッチして、ドゥークの首元に突きつけるシーンなんですけど、このライトセーバー落ちてくるとき、だいぶふわーっと落ちてくるんですよね。もしかしたらね、これもフォースでふわっとさせてキャッチしてんのかもしれないですね。アナキンが。そう考えると、やっぱフォースは万能ですね。使いこなしててすごい。ブレンダーの、この、ね、カメラワークもね、めんどくさいですよね、本当に。あるあるだと思うので、カメラワークカクつくとかね、こうカメラ動かしたときに。すごくわかりますよ、私も。めっちゃ、こう、スムーズに動かしたいのに、明らかにここにキーフレーム打っただろうっていうのがわかるような感じでカクついちゃうみたいな。だから、なるべく、キーフレーム打つのをこう減らそうと頑張ってますね。あとはまあそのリニアばっかり使ってるとどうしてもやっぱり直線的な動きになっちゃうからベジェとか使ってこうなるべく滑らかに見えるように頑張ると。コントロール、オルト、例は画期的すぎる。コントロール、オルト、カメラをねセッティングする時のあれですね。コマンドですね。そう。知らない人向けに話すと、その、なんていうんですか、自分のこの今見ている画面、をそのままカメラの映像に設定することができるみたいなボタンですね。あとこのシーンは後ろに自販機が映ってますけど、なんで自販機入れたかっていうと、最初の動画のオビワン VS ダースモールでもう自販機置いてて、なんかめっちゃコメントで自販機で突っ込む人が多かったんで、今回もちょっとそのね、恩恵にあやかろうかなと思って自販機を置いたんですけど、今回は誰一人自販機については触れてくれなかったですね、コメントで。
モディファイアは何が便利ですか？便利。便利。モディファイアなんて、その何を作りたいかによって全然ね、違うじゃないですか。何のモディファイア使うかって。よく使うモディファイアで言うと、例えばアレイ、普段私その英語でやってるから全部英語のあれになっちゃうんですけど、アレイ、日本語では配列かな。アレイは、何ですか、使いますね。あとは、サブディビジョンサーフィス。あとなんだろう。モーションもすごすぎますが、なんかスカウト的なオファーが来たりしたことありますか？ちょっとモディファイア、あと何使ってたかな。シュリンクラップ。シュリンクラップは、なんですか、画像をこう物体に貼り付けるようなモディファイアですね。で、今ちょっとシーンのちょっと解説に入るんですけど、ここでライトセーバーの、何ですか、作りの向きが逆だなっていうことに気づいて、直しに行きます。曲がってる方向が逆っていうね、のに気づいて。あと、モディファイアなんだろう。よく使うのは。その、ボーンコンストレイントのところで、チャイルドオブはよく使えますね。その、物を持ち替えたりするときとかね。あとは、その、背面法を使って今、アウトライン。アドオンね。なるほど。アドオン、名前とかあんま覚えてないな。カメラシェイキファイみたいな。カメラをこう自然に揺らすモディファイアは入れてて、あと、ブレンダーキットは、今見えると思うんですけど、入ってますね。ブレンダーキット。あとは、アドオンなんだろう。ちょっと待ってください。ちょっと次回までにまとめときますわ。どういったアドオン入れてるのか。私も、あんまちょっとアドオンの名前覚えてないんで。で、ちょっと1個前のコメントで、何かオファー的な話が来たかっていうのところなんですけど、便利ですよね。一回ね、ちょっと前に、もう結構前になる、半年以上前、もっと前かもしれないですけど、海外向けにこのチャンネルを展開したいなと思って、海外の方が伸びるんじゃないかなと思って、もう一個チャンネル作って、そこで、こっちで作った上げてる動画を、海外用にちょっと編集し直して、上げるっていうのをちょっとやったことがあるんですけど、もう今ね、もうやめちゃったんですけど、全然回らないから。で、その時に、海外の人からメールが来ましたね。で、その内容が、今、スター・ウォーズファンの有志で、映像を作りたくて、で、あなたの、ローポリゴンの、映像を見たら、まさしくそのイメージとぴったり合うから、僕らの仲間に入って一緒にアニメーションを作りませんか、映画を作りませんか、ファンメイドのっていうメールは来ました。でも、おそらく、仕事ではなく、大学のサークルみたいな有感じ志、ですかね。そう、多分ボランティアというか、そういうファンが集まって、無料で作るみたいなのだと思ったんで、メールは無視しちゃいました。申し訳ないけれども。さすがに無料で作ってる時間があるんだったら、普通の自分のチャンネルの方の動画作るんで。なんかね、なんだっけ、エピソード1より前の、ちょっとダースなんとかだったかわかんないですけど、そのダースなんとかの、勉強にはなるかもね。
ダースなんとかのその昔の話を作ろうと思ってるんですみたいなことが書いてありました。ちょっとそれはもう流行らないだろうと思って。英語の勉強にもね、確かになるかもしれないですね。まあ、でもそれだけのためにはやりたくなかったですね。英語の勉強するんだったら、普通に英語の勉強します。あ、そう、全然話変わるんですけど、英語で一つ今ちょっと思い出したのが、アベンジャーズ、まあ、マーベルのMCU の敵の組織って、ヒドラってあるじゃないですか。あれなんで、英語の発音だと、ハイドラなんですよ。ハイドラって言ってんのに、なんでわざわざ翻訳の時にヒドラにしてんのかなって。だからあれ、こう、字幕で見てるとなんかちょっとすごい違和感感じるんですよね。で、このなんか翻訳問題、私ずっと昔から思ってることがあって、トマトなんですけど、食べ物のね、植物、果物野菜か。野菜のトマトなんですけど、ブレンダーでのモーション分野の本って売ってない気がするから知識は貴重だと思います。もはや需要が先鋭か。わかんない。ああ。確かにね。でもやっぱ需要があんまないのかもしれないですよね、このモーションのあれって。一応私アニメーションの参考書は買ってやりました。一通りやりましたけど。やっぱりでも結構、やっぱ先鋭化してるから需要がないのかなとは。そういうことなんですかね。そうで、ちょっとトマトなんですけど、トマトって英語の発音、トメイトじゃないですか。トメイト。今ね、ちょっと発音よく言いましたけど、トメイトみたいな感じじゃないですか。これ、日本語に翻訳するときに、なんで、アクション苦手ですから、キリブレンデアはアクションですよ。やっぱそうですよね。ブレンドアクションですね。アクションで頑張りましょう。なんでトマトにしたのかなって、トメイトじゃなくて。フグワールド出版なら6000円ぐらいの本になりそう。へえ、それぐらいの、なんかコンテンツが含まれてるんですね。CG ワールドって、ちょっと後で調べてみます。CG ワールド。私ちょっと CG ワールドの存在を知らないので。そう、トメイトじゃないですか。なんでトマトにしたんて。絶対、なんかこう昔日本人の人で、まあ、子供が外国人にトマトがね、みたいな話をしたときに、What's tomato? みたいな。No, no, no, tomato! みたいな。絶対、そうやって指摘されて、英語を嫌いになった子供がいると思うんですよ。だから、最初にトマトっていう風な翻訳をした人は、めちゃくちゃ罪が重いと思ってて、もうこれ私25年間ぐらいずっと思ってるんですけど、で、こういう話をね、ライブ配信でしようと思って、一応、その発音についてなんでトメイトなのか、さっきね、配信前に調べたんですよ。3時とかパルワールドとかにも 3D の観点から取材してるので刺激になります。へえ、そういうのがあるんですね。パルワールド、パルワールドってあれ、大丈夫なのかな？大丈夫だったんですかね？そう、調べたんですよ。トメイトの理由を。そしたら、トメイトはアメリカ英語で、イギリス英語だとトマートらしくて。トマート。だから、私は25年間無意味に怒ってたみたいですね。私は25年間間違ってたみたいです。トマートで合ってるみたいです。まあ、今回の反省としては、まあ、こうやって人間はお互いに誤解をしてしまって、争いが生まれてしまうんだなと。だから戦争はなくならないんだなと、非常にいい勉強になりました。イギリス英語はイントネーションがごついですからね。うん。
なんかね、映画、洋画とか見てると、なんか、アメリカ英語とイギリス英語の違いなんて、まあ私全然わかんないんですけど、なんかそういうところをいじってるような、なんかネタが入ってると、なんか、わからなくて悔しいなって思いますね。そう。パルワールドは、なんか任天堂に訴えられてましたよね。大丈夫だったのかな。今ね、次の動画作ってるんですけど、ちょっとその動画、ポケモン要素あって。ジャングリッシュってやつですね。でもね、なんかジャングリッシュとか言ってバカにするから日本人はね、英語上手くならないですよね、多分。発音いい人をバカにする風潮あるじゃないですか、なんか学校で。あれ言うの良くないですよね。そう、次の動画今作ってるんですけど、ポケモン要素がちょっとあって、で、ちょっと不安と戦いながら作ってるんですけど、大丈夫かなって、任天堂怖いからなって。でもなんていうんですか、そのまんまね、キャラクターを使うとかは別にないですし、まあ、ちょっと似せてとかね、ネタ的にちょっとやるだけなんで。へー。任天堂に勝ったんだ、すごいな。でもなんかあれですよね、なんか、すごく局所的な話で訴えられてましたよね。なんかモンスターを捕まえてボールに入れるっていう、そのところだけに、そこの特許に関してみたいな、なんかそんな感じでしたよね。荒れてたんだ。まあそりゃ荒れるか。なんか、そう、さっきちょっとジャングリッシュって思いましたけど、ハリウッド映画とかで、日本語、なんか日本語をその登場人物が喋るとき、日本語下手すぎないですか？アベンジャーズエンドゲームの時の、真田広之出てきたところ、あそこの、ホークアイの日本語を何言ってるか字幕ないとわかんない。真田広之いるんだから真田広之教えてあげてよってすごい思いました、日本語ちゃんともっと。そんな物議のある会社に取材に行くバイタリテが個人的に好きだったりします。そう、ポケモンっぽい何かなんで、多分大丈夫だとは思います。CG ワールドっていうのは、そういうなんか、会社というか、なんか媒体なんですかね。でもそういうなんか物議を醸すところの方が、なんていうんですか、発行部数とか稼げそうですよね、視聴数とか。結局、なんか物議を醸すようなところってね、月刊誌なんだ。やっぱね、YouTube もそうですけど、こう、ね、賛否両論あるようなのだと伸びますからね。今ちょっと映像の方の解説になるんですけど、この、しゃがむじゃないですか。ドゥークが。膝つくじゃないですか。このね、膝つくのは楽なんですけど、その膝つくのに合わせて、人間って本来足首の向きが変わったりするんですよね。ってなると、めっちゃ難易度高くて、膝をつくっていう動作が、あとは、しゃがむっていう動作自体が難しくて、なんか足首の向きを変えると、膝の位置が変わったりとかして、うまいこと膝がつけないんですよ。だから今回、
本来だったら元映像はもっと引きの映像で全身が2人とも映ってるんですよ。でもちょっとそれを作るのがもうあまりにも難しくてめんどくさかったから、もっとアップの映像にカメラアップにして膝がなんですか、下半身があまり映んないようにしてます。これやっぱりね、なるべく作業量を減らしたいっていうのがあって、元映像だと例えば膝まで映ってるけどっていう時はもうこの再現する時は上半身だけ映すようにしたり、腰までしか映さないようにしたりとかして違和感のないように作業量を減らしています。多分ルローニケンシンの動画とかだいぶそういうシーンが多かったです。あれにはねちょっと理由もあって、袴履いてるから足の動きが分かんないっていう。あれマジで大変でしたね。袴履いてるから足これどう動いてんだろうって。だから結構予想して作ってるところがあります。足の動き。そう、さっきなんか時事ニュースみたいなチャンネル見てたんですけど、YouTube で。ショートのイラストや風2ちゃんまとめ系動画上げてるチャンネルがなんかこう収益化剥奪されたみたいな内容で、なんかそのチャンネルがチャンネル登録者数17万人いたらしいんですね。で、よくあるなんかスッキリ系とかあるじゃないですか。2ちゃんまとめ系っぽいけど、全部話は全部作ってるやつで、なんか最後完全懲悪みたいな感じですっきりするようなストーリーを上げてる動画、ストーリーを上げてるチャンネル、ショートでね。でそれが収益化剥奪されちゃったみたいで、それ聞いてちょっとこのチャンネルも怖いなと思ったんですけど、イラストや使ってるから。あれダメになったんですか？なんかダメになったみたいで、なんか今実写でなんかお面かぶってで白タイツ着てメントスコーラ的なことやってるらしくて、そういった動画も上げてるらしくて、だからもうショートがダメになっちゃったから、なんとかしてこうチャンネルを復活させようとしてそんなことをやってるらしいんですけど、あの手のチャンネルはクラウドワークスとか嘘話前提で募集かけてます。ああ、やっぱそうですよね。うん。要は搾取してたわけですよね。労働搾取を。それで、そんななんか、YouTuber 的な、ザ・ YouTuber 的なことをやってるらしくて。で、チャンネル登録者数17万人いるじゃないですか。で、再生数どんぐらいだと思います？そんな、メントスコーラ的な動画。なんと、200回再生とからしいんですよ。話作れる人募集みたいな。そういう話。AI じゃなくて、嘘話。なるほどね。なんかそれぐらい自分で作れよと思いますけどね。でも、面白い話考えるのも才能ですからね。200笑い。そう、200再生とかしかいかないらしいんですよ。17万人再生、登録者いてですよ。だから、ショートからチャンネル登録を、してる人って全然横動画やっぱ見ないみたいで。しかも、ジャンルが
ここまで違うものを上げると、もう本当に全然見ない。というね。だから、このチャンネルも、私のこのチャンネルも、ショートからの登録者がだいたい8割ぐらいなんですよ。それ考えると、まあ、横動画の再生回数とか、数百再生とかっていうのが、まあ正直妥当なラインなのかな、みたいなのを思っちゃったり。多分、横動画から登録してくれてる人って1000人もいないぐらいだと思うんですよね。今、シーン6に行きましたね、最後。もう、これはパルパティーンがアナキンをよくやったって褒めるシーンですね。なんと、そう、横動画からの登録者数は多分1000人もいないぐらいだと思うんで、まあ、そうね、そう考えると、この配信のアーカイブの平均視聴時間数十秒も、30秒切ってるのも普通なのかなって一瞬思ったんですけど、まあ、そんなことはないですね、さすがに。30秒はやばいですね。だって1分の動画でも、私、1分の動画でも30秒超えてますもん、平均視聴時間。そうですね、横動画ね、ヒットするとね、収益化しやすいですね。だからね、横動画でね、なんとかバズってほしいんですけどね。一応ね、出す動画はね、全部、出す前は、いや、これはバズるだろうと思いながら全部出してるんですけどね。難しいですね、やっぱなかなか。ショートの視聴維持率どんなくらいですか？ショートの視聴維持率。これやっぱ秒数でも全然違うんですよ。ね、まずショートって、重要な指標が、私の中でね、重要としてる指標が2つあって、1つ目が、視聴選択率。要は、こう、スワイプして流れてきたときに、そのままスワイプするのかしないのか。スワイプせずに見てくれてる人の割合。ここが、やっぱり大事なんです。まず、そこで止まらないと、止まって見てくれないと、何の意味もないわけですから。で、私のチャンネルとしての平均、全部の動画の平均で言うと、多分そこの、視聴選択率が多分50%台後半とかだと思います。だから半分以上の人は手止めて見てくれてるみたいな感じですね。でもこれぐらいだと全然バズらないですね。バズらせるためには多分ここが最低でも 65% ぐらいないとなんかその数十万再生とかいかないと思います。私の経験上。なんていうんですかね、最終的に 60% とかに、もっと詳しい話すると、最初の方、投稿して数日は、もう、70% ぐらいないと結構厳しいです。自分もアニメ作ってましたが、逆にクラウドワークスでこつ使われたノウハウでまとめ動画作って再生時間クリアして通りました。その後まとめ動画とアニメが混在するグロチャンネルになって消しちゃったんだ結局。なんか迷走するとね、良くないですよね。そう、ショート動画投稿して最初の数日はもうね、70% ぐらいないと伸びないです。今、まあ前も。で、それぐらいあると、こう、アルゴリズム的に YouTube がいろんな層に広げてくれて、で、広がるとどうしても成績下がってくんで、で、最終的になんか視聴選択率6割ぐらいになったり、みたいなことはあります。でもやっぱり初動の時はもう 65% ないと、やっぱ厳しい感じかな。あくまでも最低ラインがそれぐらいの感じですね。で、視聴維持率。
視聴維持率が多分動画の秒数によってだいぶ変わるんですけど、まあ、よくある15秒ぐらい15秒ぐらいの動画だと100%超えてない、100% 平均視聴維持率超えてないと、やっぱバズるのは難しい。で、100% じゃまだ足りない。多分私の投稿した動画104、なんか 40% ぐらいあっても、全然伸びないのとかあるんで。ってなると、多分、例えば5秒ぐらいのショートとかだと、200% とかでも全然足りないんだと思いますよ。多分300% とかもっといかないと無理じゃないかな。じゃないとやっぱバズんないんでしょうね。で、30秒ぐらいの動画ショート。30秒ぐらいのショートだと、ね、すごいですよね。すごいのに伸びないんですよ。もしかしたらこれから伸びるのかもしれないですけど、今のところ全然伸びてないっていう。30秒ぐらいのショートだと、何パーセントだろう。そう、私のグリーバスのショート、グリーバス将軍のショートが70何万再生いってるやつがあるんですけど、それが、ほぼ 100% です。それが多分25秒ぐらいの動画かな。で、100%。あー、なるほどね。まあそう。だから、で、ショートって見ないじゃないですか。そんな3回も見ないよとかあるじゃないですか。あれ、コメント書かせるんですよ。コメント書いてる最中って動画流しっぱになるからみんな何周もするんですよ。だからそれで平均視聴時間を稼ぐっていう。だからコメントも大事なんですよね。固定コメントでなんか面白い固定コメント入れてそれに突っ込ませるみたいな。でもそれがね、うまくいかないっていう。あ、終わりました。メイキングの方は。まだちょっと雑談の方が終わってないです。その、主の場合は主の想定する初心者のさらに3段下ぐらいに向けたハウツー動画。ああ、なるほど。私もね、別に。自分が収益化できたのも12分動画が1本で2万再生されたら通りました。ああ、やっぱその1本バズんないとね、どうにもねって感じですよね。コメントか考える。確かに。私が想定してるさらに下、3段下ぐらいに向けたハウツー動画。そうですね。私のこれって、基本的にブレンダー知ってる人しか、ね、あんまり、そのブレンダーのところに関しては分かんないでしょうからね。でも、ハウツー動画自体がね、あんま伸びないですよね。結局なんかエンタメ性が入ってないと、どうしても伸びない。難しいですよね、ハウツー系。今更ハウツー系で、最初ちょっと迷ったんですよ。ハウツー系で行くのか、こういうエンタメ系で行くのかで、作ってて面白いのがやっぱエンタメ系ですし、ハウツー系ってなんか伸びしろあんま感じなかったんで、なんかこの、ライブ配信もこうやって雑談をめっちゃするような感じにしてるんですよね。ここはこうやって作っててずっと言うこともできなくはないんですけど、それだとあんま面白くないんで、まあ、2時間経ちましたね。なんか割と一瞬でした。なんか慣れてきたからなのか全然話も取り入れなくて。モーションのハウツーね。いや、そうです。ちょっとね、前回の配信でも話したんですけど、アニメーションとかモーションのハウツー動画ってあんま少ないですよね。なんかあっても、この A 地点から B 地点まで動かすときに、ここからここにここでキーフレーム打ってみたいな。デルタド、もジオメトリノードとか最近誰も動画出してないじゃないですか。ジオメトリーノード私全然わかんないです。ジオメトリーノードに関しては、例えば、私の動画で言うと、アベンジャーズエンドゲームのキャプテンアメリカ VS サノスの動画で、ムジョルニアが雷をまとってるみたいな
あのエフェクトを作るときに、ジオメトリーノードちょっと頑張って覚えようかなと思ってやったんですけど、まずジオメトリーノードに関する動画って基本的になんかもう英語ばっかじゃないですか。だからそれで難しいし。ハメハメハーとかジオメトリじゃなかったんだ考える。ああ、カメハメハはね、あれなんでやったっけ。あ、カメハメハはジオメトリーノード使ったかもしれないです。ちょっと覚えてないです、あんまもう。なんかあれ、ドラゴンボールもめっちゃウケるだろうと思って出したら全然なんか再生数伸びなくて、なんかショックで、なんかちょっとこう、記憶から今欠落してましたね。カメハメハはジオメトリーノードじゃなかったと思います。ただ、カメハメハテクスチャーかなあ、じゃあシェーダーエディターだけで作ったんかなあれは。でも爆発し、最後、トランクスが宇宙船をエネルギー波で爆発させた後の爆発は、いや、あれもテクスチャーだけかな。あれもシェーダーエディターかな。なんかジオメトリーノードじゃなかった気がしますね。やっぱり。ジオメトリーノードってね、もう本当になんか沼ですよね、あれ。何やってるかわかんない。ゲームとかであるから新鮮じゃなかったんじゃない。ああ、なるほど。モーションはからっきしでミクサも頼みの人も多いと思います。ああ、確かにドラゴンボールあれ元ネタにしたのが、ゲームのカカロットっていうゲームのね、動きを真似したんですけど、ありますもんね、3DCG。元ネタが 3DCG ですからね。だからあんまこう、受けなかったのか。なるほどね。モデリングはできてもモーションはからっきし。そういう人ってどれぐらいいるんですかね。ミクサモってあれですよね。なんか、いろんな動きがあって、自分のこう作ったキャラクターをそこにミクサモにアップすると、その動きをやってくれるみたいなやつですよね。なんかそれで、チュートリアル作ってる動画、なんか結構再生数回ってる外国人の、なんかスパイダーマンの動画ありますよね。なんか一回私もあれでね、作ったことあるんですけど。つなげるのどうすんの？普通に作った方が早くない？そう思いますね。だからもう、あれつなげるんだったらもうカメラ切り替えるとかしてうまいことやるしかないんじゃないですか。普通にそのままカメラで映ったまま動きつなげるのは難しいと思いますよね。設置のコツ。設置って何？キャラクターが地面についてるっていうことですか？設置のコツ？一応キャラクターは何普通にアウトラインがあるんで、アウトラインがちょっと消えるぐらいでキャラクターは地面に置いてますけど、そういうことじゃなくて、なんかジャンプのコツを教えてくださいとかならわかるんですよね。なんか CG あるあるですけど、ジャンプして、ジャンプがめっちゃ不自然じゃないですか、なんか世の中の CG って。なんかこうやたらジャンプして降りてくるまでなんかスピードが速い感じしません？まさにジャンプとかですね。なんか自然な動きじゃない、なんかすごく金かけて作っているハリウッドとかの作品とかでもジャンプってなんか不自然ですよね。なんかこう重力を無視した動きをしているというか。で、思うのがこう、ジャンプってこう上に行って降りるとき、この降りるときのスピードがなんかちょっと速い気がするんですよね。なんかこう世の中の CG 作品ってほとんどが。なんか実際もうちょっとふわっとして降りてきてるのに。でもわかんない。それにコツがあるのかどうかはちょっとわかんないですけど。
もう私は別になんかその、くぐりあるの。私はそのコツとかなんかちょっとよくわかんないですけど、こうジャンプみたいなのをするとき、降りてく、まあ、こう上に上がるときもそうだし、下に下がるときもそうだけど、なんか元動画を見て、リアルにしても違和感あるからはしょった方がしっくりきたりする。もうね、吹っ切っちゃう方がね、吹っ切れちゃう方がね、楽だったりしますよね。ライダーキックのモーション動画とかみたいです。ライダーキックか。ライダーキックって結構、なんすか、もう重力無視じゃないですか、完全に。なんかドラゴンボールのスラッシュダウンキックみたいな。わかるかなこれ、スラッシュダウンキック。私の世代だと結構わかると思うんですけど、スーパーブドウ伝やってた世代とかだったら。なんかこう、ジャンプして、すごい勢いで斜めに行くようなイメージがあるんですけど、ライダーキックは。仮面ライダー、どうなんだろう受けるのかな。なんか一個アイディアとしてあるのが、仮面ライダーの変身シーンを再現するみたいなのもちょっと考えたんですけど、そもそも視聴者が細かいところまで見てると思わないもん。パッと見ておもろいかおもろくないかだけな気が。仮面ライダー系は腰つべではめっちゃ伸びます。確かにね、そんな細かいところまでね、見てないんでしょうけど、でもなんかこう、作ってる、なんかちょっと神経質なところもあるんで、なんかどうしてもちょっと、ね、こだわりたいところはこだわりたいみたいなのがあって、私はちょっとやっちゃうんですけど、仮面ライダー系伸びるんですね。今のこの私のチャンネルを登録してくれる人と、合うかどうかっていうのはまたちょっと別問題だと思うんですよね、その層が。ちょっとね、アイデアとしては、仮面ライダーの変身ポーズ再現みたいな。ね、仮面ライダーいっぱいいるじゃないですか。私はあんまその仮面ライダーそんな知らないですけど、V3 の変身ポーズ好きですけど、V3 よく見てたんで、今もオープニング曲歌えますし、そういったね、変身ポーズを再現してみたとか面白いかなとか思ったんですけど、変身後を作んないといけないから。内実はわからなくてもだんだん形になっていくのは面白いです。わかりますこの感じ。私も自分で作ってて思うんですよ。こう、ちょっとずつ数フレームごと。引けを取らないクオリティにできるかどうか。そう、こう、作ってる最中も、数フレームごとをこう、どんどん映像が出来上がっていく。動きが出来上がっていくと、なんかこう自分でも何度も見ちゃいますね。ここいいな、めっちゃいいな、みたいな。仮面ライダー AI いっぱいあるんですね。じゃあ勝てないな、多分。だから、AI に勝つには、もうそこ、同じ土台で勝負しないってことですよね。こういうローポリゴンみたいな感じで、もうあえてそことは戦わない。もっと面白さで、AI には作れない面白さをこう目指すみたいな感じでやるしかないですね。そんな感じで、配信予定2時間経ちました。ちょっともうまとめに入っちゃいますけど、今日、動画投稿ね、ショート新作1本出そうと思ったんですが、ちょっと、さっき言ったね、ポケモンのやつ。ありがとうございます。ポケモンっぽいやつそう、出そうと思ったんですけど、進捗的にまだ、25%、30% ぐらいしか終わってなくて、ちょっと出せる状態ではなくて、見込みが甘かったという、自分はもうちょっと早く作れると思ったんですけど、動きがね、結構複雑で。ライダーキックのモーション再現してみたみたいな動画で、長文仮面ライダーおじいが熱いコメントをして。ありそう。なんか、じじいばっかになりそうですね、コメントが。だって、初代仮面ライダーなんて、私今アラフォーですけど、多分、私の親世代とかだと思うんですよ、初代仮面ライダーなんて。もうだから、60
60以上の人たちの、あれじゃないですか、世代じゃないですか、初代仮面ライダーは。でも今ね、やっぱ結構コメントなんか他の動画のコメントとか見てると、やっぱ結構、年齢が上の方とかもね、YouTube されてるんですね。見てるんですね。ちょっと仮面ライダーは一つアイディアとして頭にちょっと入れておきます。そうで、今その作ってる動画ちょっと時間かかりそうなんで、おじい YouTube っていうチャンネルがあるのかな。まだちょっと時間かかりそうなんで、今のは。なので、ちょっと今日は、新作は上げられそうにないです。申し訳ないですけれども。ライダー俳優もライダーのこと語ってる動画だけ伸びてるチャンネル。ライダー内格差ね。佐藤健はめっちゃ伸びるけど、みたいなことですか？よくわからない仮面ライダーは伸びないみたいな。佐藤健は伸びるけど、水島ヒロは伸びてないみたいなこと？ちょっとわかんないですけどね、水島ヒロが伸びてるのか伸びてないのか。そういうことか。仮面ライダーの動画内でもそういうライダー俳優が語ってる動画が伸びてるみたいなことかな。そう、ちょっと、なので新作はちょっと難しそうなので、多分今日は過去のショート動画、過去の動画を編集し直したショート動画を多分上げると思います。つなぎ的な感じでね。本当は出したくもないんですけど。俳優の個人チャンネルでライダーについて語ってる動画だけ伸びて、それ以外はダメって感じで。そういうことですか。なるほど、なるほど。普段の動画は伸びないけど、仮面ライダーに関して話してる動画だけ伸びてるってことね。なるほど。それはしょうがないですね。需要があるかないかですもんね。そう、過去の動画を編集し直したのを、出したいかで言うとあんま出したくはないんですけど、定期的に出しとかないと YouTube から見放されちゃうんで、仕方なくちょっと出すような感じにしてるので、許してくださいという感じですね。いや、今日は多分最高記録が出たんじゃないですか。同時接続の。一応、こう見てる感じだとマックス7人いってたかなと思うんですけど、これでね、またちょっと再生時間が稼げたかもしれないです。あります、あります。やっぱね、ちょっと YouTube 定期的に出しとかないとね、見放されちゃうんで。通常動画とかね、3週間ぐらい空けちゃうともう全然なんか、多分見てる人の熱が冷めちゃうからですよね。普段見てる人の熱が、もう3週間あると、なんか全然違う動画を見始めちゃってたりするわけじゃないですか。ね、3週間あると全然違うチャンネルが好きになってたりとかするんで、そうなると、YouTube がおすすめしてくれなくなるっていうね。そういうのがあるんで、ちょっと仕方ないところがあります。出してるのも。徐々にこの配信ももしかしたら人が増えていってるのかもしれないですかね。コメント数とかもね、過去最高ですし、いや、非常にありがたいです。横動画はルローニケンシンが伸びたんですね。ルローニケンシンが伸びました。あれもね、なんでかね、わかんなかったんですよ。なんでこれが伸びてんだろうって。別に成績そんな良くなかったんですよ、動画の成績。数字は。で、YouTube の AI 君、アスクスタジオ君に聞いたんですけど、そしたら、なんかルローニケンシンのアニメのリメイクがやってたから、自作 V ね。なんかAI 君的には、ルローニケンシンのアニメのリメイクがやってたから伸びたんじゃないみたいなこと言ってましたけど、でも、リメイク終わってからちょっと時間経ってたと思うんですけどね。よくわかんないです、やっぱ。YouTube のアルゴリズムは。自作 V ですね。
これね、なんかイラスト屋の規約にね、なんかあるんですよ。VTuber としては使っちゃダメみたいな。だから、どうしようかなって思ってて。あった方がやっぱりいいのかな。まあでもイラスト屋、ここもちょっとね、難しいところで、イラスト屋の、もう元には確かに参考にはしてるけれども、イラスト屋って 3D は存在しないじゃないですか、データとして。だから、イラスト屋っぽい何かを使ってるっていう捉え方もできるんじゃないかな。散々ね、イラスト屋って断言してきて。今までの動画とかで。別になんかに顔つけとけばよいですよ、じゃあちょっと そのキャラクターもうちょっと考えますか。ちょっとね、そのやり方とかもね、全然わかんないんで。あれって、だって、いろんな表情を作んなきゃいけないから、結構めんどくさいですよね。多分シェイプキーでいっぱい作って。で、VTuber ってどうなんですかあれ。自分の顔にモーションキャプチャーしてるんですかね。それか、手作業でそのたんびになんか作業してんのか。イラストや風なら OK みたいな感じじゃありませんでした？なんかそこは難しいところ、なんか、その明確な基準はないと思うんですよ。イラストや本家は、多分そんなね、断言とかしてないと思うんですよ。だから、争う余地はあるとは思うんですけど、いざやってね、注意されて、争うかって言われると、なんかその争うのもめんどくさいじゃないですか。別に目と口が空いたり開いたりするだけの人もいますよ。ソフトがあるんですね。ちょっと調べてみます。ただちょっと次回からすぐできるかっていうと、ちょっとそれは難しいと思いますけど。なるほど。変な絵だけ。変な絵じゃない。変な話絵だけってことね。はいはい。でもなんか、やるからには、せっかくね、これ今 3DCG のチャンネルなんで、やっぱり3DCG のキャラクターは置きたいですよね。どういうキャラクターにしろ。一番はやっぱイラストや風のね、キャラクターが多分、チャンネルとの親和性は高いと思うんですけど。ブレンダのバージョン、今私は 4.5、ちょっと前までは 4.2 で、今 4.5 なんですけど、なんかバージョン変えるとアドオン全部入れ直したりしないといけなくてめんどくさいですよね。これなんかあんのかないい方法。ちょっとその、キャラクターをね、右下に置くかどうかについては、前向きに考えたいと思います。前処したいと思います。前処したいと思います。はい。ではね、そろそろ、もう2時間20分ぐらいやりましたかね。いやー、意外といけるもんですね。もっと話途切れるかと思ったんですけど、話も途切れずに、よかったです、ここまでやれて。ちょっとそこら辺に関しても調べてみます。そういうね、VRM っていうのを入れるのかどうか。私ちょっとまだウェブカメラがないんですけど、はい。なんかウェブカメラ入れるとね、なんかミスで顔が映ったりとかしそうで怖いっていうのありますよね。ちょっとそこら辺も含めてね、いろいろ調べてみたいと思います。キャラクターに関しては全処したいと思います。いや、もうね、前回も来ていただいて、今回も来ていただいている方もいらっしゃいますけれども、本当に、数は少なくてもかなり励みになりますので、心の支えになりますので、これからもね、配信するときはぜひ見に来てください。普段の動画も見てもらえるとありがたい、嬉しいです。ちなみに多分、次回の配信はまた火曜日の昼の12時頃から、昼の12時からかな、やると思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
また次回もね、楽しい配信できるといいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。多分主なら簡単にブアムモデル作れます。あ、本当ですか？ありがとうございます。頑張ります。調べます。バイバイ。